はい。それでは今回は整数分野不定方程式を用いた応用問題で、3で割ると2余り、5で割ると3余り、それから7で割ると4余る、3桁の正の整数のうち最大のものを求めようという問題を、不定方程式を用いて解く解法と、合同式を用いて解く解法、この2つのタイプの解法を説明していきたいと思います。はい。ではまずこちらの問題から解いていきます。11で割ると2余り、7で割ると6余る。そのような3桁の自然数 n の最大値と最小値を求めなさいという問題ですね。はい。まずは条件から11で割ると2余るということなので、その小を a と置いてやることで 11a プラス2とね、求める n の値を表すことができます。同じようにこちらの赤い方ですね。7で割った小を b と置いてやれば、今度は 7b プラス6で表せるということですね。で、これをどうするかということなんですね。これ a と b2 つ文字を使ってますよね。同じ値を表すのに。なので、この a と b を、求めてやらないといけないということなんです。同じ n をね、表してますから、丸1、丸2からつなげてやることができると。11a プラス2イコール 7b プラス6ですね。はい。で、この式を満たすような a と b を考えるということなんですけれども、これって変形してやるとね、この式、一次不定方程式という名前で呼ばれますよね。で、その解法も知ってますよね。まずやることは特殊解。ね。これに代入して成り立つような a と b の数字をまずは探してやるんだと。で、これ、a が1で b が1の時に成り立つということもすぐ見つかりますね。はい。そしたら 11×1-7×1 は4ということなので、これ、上の式から下の式を引いてやります。なんで引くかっていうのは覚えてますか？これ、4を0にしたかったからですよ。ね。はい。ということで、上の式から下の式を引くと、まずは左側 11a-11×1 ということで、11だけ括弧の外に出すんですよね。で、a-1 ということですね。そして、マイナス7。で、今度は括弧の中に b-1、ね。これを入れてやるんですよね。はい、そして、右辺ですね。これは0になります。0にしたかったから引いたんですよね。はい、ということは、このようにね、変形できて、11と7は互い。で、次に考えることですけれども、11と7が互いに素ということでしたよね。こちらイコールでね、丸3ダッシュの式が成り立つためには、この a-1 は、ね、11と7の最大公約数が1ですから、ね、a-1 がもう7で割り切れるしかないんですよね。ということで、a-1 は 7k。もちろん k は整数です。ね、よって、a と b を求めようっていう話でしたから、両辺に1を加えることで a を 7k プラス1という形で表すことができます。で、この後ね、もちろん b を求めてもいいんですけれども、本当は求めたいのはこれ n なんですよね。ですから別に b を無理して求める必要はない。むしろ次にやることは何かっていうと、n を求めたい。そして a が表されているということなので、次に使う式ですね。左側の丸1、丸2、丸3、丸3ダッシュのどれかっていうと、丸1ですよね。丸1に 7k プラス1。ここの a に代入してやって、はい、11括弧 7k プラス1プラス2と表すことができます。よってこれを計算することで 77k プラス13という形で n が表せたということですよね。もちろん、問題文に書かれているように n は3桁の自然数ということですから、100以上1000未満と、ね、範囲が決まってます。で、この n の場所には当然 77k プラス13を入れることができるということなので、この不等式を解いてやる
そうすると、こちらね、77分の87以上で、77分の987未満の値であると。ただし k は整数ですからね、これ、わかりやすいように一応対分数に直しておきました。したがって k の値は、2から12までの整数であるということですね。求めたいのは最大値と最小値ということですから、k の値が2の時、n が最小値と分かりますよね。よって、答え、最小値は167。それから最大値、12を代入すればいいですよね。計算して937ということがわかります。もちろんこれ、一次不定方程式を使わなくてもできますよね。11で割ると2余る数を小さい順に並べていくと、このようになりますよね。今度は7で割ると6余る数、これも並べる。そうすると、まず13がね、両方出てきますよね。で次に同じ数として出てくるのが90。で、この2つの数の間には77の幅があるということですよね。これはだから11と7が互いに素な数なので、7×11 で77、最小公倍数分だけ幅があるんですよね。なので、最初に現れる3桁の整数、だからこの90の次に現れる11で割ると2余って7で割ると6余る数ですから、これは13たす 77×2 ということですね。この90というのが13に77を1個足したものですから、その次なので2をかけてるんですね。そうすると167と出てきます。で、これが最小値ということですね。で、最大値も同じように最後に現れる3桁の整数ですから、ね、これ12個まで77を加えることができるということですね。それで937と求めることができます。それではいよいよ例の16番を解説していきます。さっきやったのと同じようにやっていきますからね。まずは ABC を整数としておきますね。そうすると、求める整数 n はこの問題文の中から3で割ると2余るということなので、3a プラス2、それから5で割ると3余るということで、5b プラス3、7で割ると4余る、7c プラス4と3通り表せますねということですね。で、これ、丸1、丸2から同じ n ですからね、イコールでつなげて、3a-5b イコール1という不定方程式を作るんでしたよね。だから、a と b と c を、まずは求めようと考えるんですよね。そしたら、これ一次不定方程式ですから、特殊解を探します。a が2の時、ね、そして b が1の時に、確かにこの式は成立しますよね。3×2 は6で、5×1 は5、6-5で1と成り立ちますよね。よってこれを引き算してやるんでしたね。上の式から下の式を引いてやる。そうすることで、またこの形が作れて、3と5は互いに素なので、a-2 は5の倍数じゃなきゃダメだよということで合計でしたよね。さっきと同じ流れです。ということで、丸4から a は合計プラス2と表すことができますね。もちろん b も k で表すことができますよ。ただ、あと丸3番が残ってますね。よって丸1、丸3から、3a プラス2イコール 7c プラス4という式が立つわけです。で、せっかくね、a を k で表してますので、a の場所に合計プラス2を置いてやりましょう。そうするとこういう式が立ちますね。で、k と c、これやっぱり整数なんで、一次不定方程式として解くことができると。でもし、この特殊解がね、すぐに見つからなかったら、
一つの方法として、15と7は互いに素なので、これイコール1、これマイナス4が、1に変わってるんですが、この1に変えた理由は、15と k がね、互いに素なので、1になるような k と c の整数って必ずあるんですね。で、この話、なんでかっていう話は、また別の機会にすることにします。とにかく k と c 見つけますね。すぐに出てきますよね。k が1で c が2の時に成り立つ。で、これ見つけてどうするのということなんですが、15×1-7×2 は1と。これが成り立つんですね。そしたら、マイナス4にね、したいんで、マイナス4倍すればいいということなんですね。ですから、これ、15の横に来るもの。15はね、マイナス4倍しません。こちらのかけてある1をマイナス4倍するんですね。はい、マイナス4が入ります。で、7の隣はマイナス8となって、1はマイナス4ということですね。この式も成り立ちますよねということです。で、これで、はい、このように書きました。特殊解がマイナス4、マイナス8ということを見つけたということですね。はい、あとは引いてやります。上の式から下の式を引いてやって、15括弧 k プラス4。k からマイナス4を引きますから、プラスですよ。ね、同じくこっちも c プラス8です。はい、そして、このように書き換えて、15と7は互いに素なので、今度は L を、ね、整数として使いましょう。はい、k プラス4、15にかけてあるからですね。こちらが7の倍数でなきゃダメですよねということで、7L で表します。そうすると k は 7L-4 と、ね、表せるわけですね。はい。ということは、この L を使ってやれば、もちろん A も B も、そして C も表せるということですよね。この L という文字で整数で表すことができるということなんですね。はい。で、求めたいのは3桁の整数のうちで最大のものなので、別に ABC を L で表す必要はありません。結局 N を L で表して3桁の整数の最大を考えたいということなんで、はい、まずは、丸4ダッシュ、A を 5K プラス2を丸4ダッシュと、ね、ちょっと番号を振っておきましょうね。そしたらこの K のところに次にやることは、当然、7L-4 を代入するということですね。はい、これで A が L で表せました。ということは、丸1に代入してやることで、この N ですよね。この N も L で当然表せると。代入するだけですね。はい、これを計算すると、105L-52 という形で、ラージ N が表せることがわかります。で、この N というのは、そもそも3桁でなければいけませんから、で、3桁の中で最大ということで、1000未満。はい、ということは、105L-52 が1000未満。なので、L は10と502未満の整数でなければいけない。ということですから、L が10の時に最大値ということもわかりますね。はい、あとはこの L の場所ですね。ここに10を代入して N を求めれば良いということです。答え998と出てきますね。はい。では次に合同式を使った解法を説明していきます。ちょっと特殊なね、解法なので、まずは話を聞いておくのがいいかなと思います。3と5の最小公倍数を15、5と7の最小公倍数は35、それから3と7であれば21と、この3種類の数を作るんですね。で、表を作ります。そしてこの表の上のところに15、35、21と、今出した数を並べてやるんですね。で、その下の行に何を入れていくかっていうと、
まずは3で割った余りをどんどん入れていくんですね、ここに。はい。そうすると、右側にも一応割り算をね、書いておきますよ。15は3で割り切れますから0です。35であれば、余りが2。21は割り切れるので0と。まあ、こうなりますよね。で、ここでなんですけど、2つの整数 A と B を正の整数 M で割った時の余りが等しい時、これを A と B は M を項として合同と言います。記号で書くときは A と B を3本線で結びます。これ三角形の合同で使った記号と同じ記号ですね。で、この MOD と書いてモドですね。モド M というふうに書くんですね。はい。じゃあ、この15割る3イコール5余り0であれば、この記号を使ってどう表せるかというと、こうですよね。15と0は3で割った余りが同じですよね。当たり前ですけど。15も0も3で割り切れますからね。はい。なので、こちら、ね、モド3と。こういうふうに書きます。その下だったら、今度は35と2が3で割った余りが同じということですから、ね、このように書きますよね。はい。3つ目であれば、こうなりますよね。まあ、このモドっていう記号は非常に便利なんですね。なので、使っていきたいと思います。よって、この表であれば、3の左側、ここにモドを入れてやればいいと。ね、そしたら、3で割った余りがここに並んでますよと。まあ、そういう意図ですね。はい、ということで、ちょっとここだとね、狭いので、場所を変えますね。はい、右上に持ってきます。はい、これで、問題文で3で割るという部分ですね。3で割った余りがそれぞれ出せたということで、次にやるのは今度は5で割る。ね、5で割った余りを、考えていきます。そうすると、15、35、21を5で割ってやると、それぞれの余りが0、0、1となりますよね。同じことを今度は7でやります。モード7ですね。そうすると、今度は余りが1、0、0ということですね。で、これをどうするかということなんですが、もう一個ね、表を作ってやって、例えば、3で割ると2余るということだったんですね。はい。そうすると、これ、同じ余りがもうここに出てますから、ね、これはもうそのまま35は採用しようと。で、問題は5で割るとね、3余るんですね。ところが、こちらは1だと。困ると。じゃあどうしようか。3倍してやればいいですよね。はい。1を3倍。ということは、余りを3倍するためには、もちろん元の数も3倍してやらないといけないということで、63ですね。確かに、63を5で割ってやれば、余り3ですよね。はい、同じことを今度は7で割った場合も使います。1なので、今度は、ね、4にしたいから4倍すればいいねということで、元の15という数も4倍してやる。はい。で、それ以外は、全部ね、割り切れて余りが0でしたから、ね何倍したって0は0です、ね。0を入れてやればいいですよね。はい、ここまで来るとね、もう答えが見えてきますね。この60、それから35、そして63、この3つの数を足してやるんですね。そうすると158という数が出てくるんですが、この158が3で割ると2余り、5で割ると3余り、そして7で割ると4余る数になっている。それはそうですね。だって3で割ると、この60、35、63は余りが0、2、0と出てくるわけですから、2つの3の倍数に2余る数を加えているということなので、当然158も3で割ると2余るはずですよね。はい、5も同じようなことが、ね、言えるわけですよね。
余りが当然3でしょと。7で割っても余りがちゃんと4が出てきますよねということですね。ただ、この求めるのは3桁の整数のうち最大のものでなければいけない。158は最大ではないですよね。じゃあこの158よりも大きい整数でこの条件を満たすような数って次何か。これは3と5と7がね、どの2つをとっても互いに素なので、次は 3×5×7、ね、最小公倍数の 3×5×7 の105ですね。105多い数ですね。ですから、158の次であれば、263ということになりますね。で、その次であればさらに105を加えてやればいい。あるいは、もし2桁の整数を求められているのであれば、この158から今度は105を引いてやればいいですよね。いずれにせよ、ね、3と5と7っていうのはどの2数も互いに素なので、158にこの 105K を加えたもの、これも条件を満たしますからね、ということで、最大のもの、これ1000未満であればいいので、この不等式を解いて、じゃあ、K が8の時ですね、ということがわかります。ね、最大値は998ということです。はい。で、ここで実はですね、1627年、江戸時代初期ですね、吉田光義が執筆した人口記という古い書物にも同じような問題があって、そこでこの考え方、105現算という解法で実は示されているんですね。この人口記というものですけれども、中国の古い算術書にヒントを得て執筆されたものです。で、これ一冊で当時の江戸の日常生活に必要な算術全般をほぼ網羅できる内容となっています。ですから、同書は版を重ねて、江戸時代の算術書のベストセラーで、なおかつロングセラーということになった書物ですね。で、後に倭山の大家となった若き頃の関孝和、それから儒学者の貝原益賢なども若い頃この書で読書していたということです。はい。ちなみに吉田光義は京都の豪商住の倉家の一族、有名な住の倉良医は外祖父にあたるそうです。では例題に戻りましょう。この問題、105現算というタイトルで人口記という古い書物にも載っているようなとても有名な問題なんですね。で、こちら考え方はね、今話をした通りなんですけれども、一箇所をちょっと確認しておきたいところがあるんですね。問題です。3で割ると2余り、5で割ると3余り、そして7で割ると4余る整数。この条件を満たす整数が105ごとに1回ずつ現れると断言して良い理由は何でしょう。先ほどは3と5と7の最小公倍数105だから、158の次に条件を満たす数は105を足した数ですよねと。さらっと解法を言いましたけれども、なんで105足せばその次の条件を満たす数が現れると言っていいのかについてはあまり深く追求してないんですね。なので、ちょっとここをね、確認しましょうと。はい。どうやって示すかというと、配理法を使います。1から105までの中にもし2つあったとします。で、その数を mn と、名前を付けますよ。そうすると、当然ですけれども、m もn も3で割ると2余るし、5で割ると3余るし、7で割ると4余る数なんですよね。ですから、引き算をした場合は、余りが引かれてなくなりますから、余りの部分がね。m-n というのは当然3で割り切れなきゃいけないし、5で割り切れなきゃいけないし、7でも割り切れなければいけない。
そういう数のはずですよね。ということで、m-n は105で割り切れるはずなんです。しかしですね、m と n はともに1から105までのどこかの数、ね、なので、引いたものというのは105未満のはずですよね。105未満の数が105で割り切れるというのは、これは矛盾であるということですね。だから、2つあるということはないはずだねということです。なので、1から105までの中に、このね、2余って3余って4余るというような整数は、存在しても1個以下ですねと。2個以上になるということはないねということなんですね。じゃあ次は、1個はあるんですかということなんですね。それをどうやって示すか。ね、これは3で割った余り。これが0、1、2の3通りです。それから5で割った余りであれば、0、1、2、3、4の5通りで、7で割った余りであれば7通り。それぞれあるわけですよね。で、この例の問題であれば、2と3と4、このセットで考えたわけです。だからもちろん他のセットもあるんですよ。3で割ったら割り切れました。5で割ったら4余りました。7で割ったら1余りました。あるいは3で割ったら1余って、5で割ったら2余って、そして7で割ったら5余りました。ね、いろんな組み合わせが考えられますよね。じゃあこの組み合わせは全部で何通りあるか。当然それは 3×5×7 の105通りですよね。この余りの3つの数の組み合わせは105通り、どんなに多くても105通りなんです。ということは、ここにね、どういう数字の組み合わせを持ってきたとしても、1から105までに最低1回は現れるはずですよね。はい。なので、こちら、1個以下で少なくとも1回はあるということですから、つまり1回だけ現れますよねということがこれからわかるということですね。はい、では、この右側の内容をですね、文字で置き換えて一般化しておきたいと思います。ですから、3と2は L と P、5と3は M と Q、それから7と4は N と R というふうに文字に置き換えて一般化して証明したいと思います。なので、この3つの条件、この米印で囲まれた条件ですね。これを満たすような自然数は1から LMN、ですからこちらで言うと 3×5×7 で105のことですね。その1から LMN までの間にちょうど1個存在するということを証明しましょうということですね。はい、でも考えることは一緒ですよ。まずはあです。もし1つじゃなく2つあったら、ね、どうなるのということで矛盾を導きたいと思います。で、矛盾の導き方は引き算をするんですよね。もちろん大きい方から小さい方を引きましょう。ね、m-n は、これ引いたときに余りが引かれて0になるはずです。なんでかというと m の L で割った余りが P、M で割った余りが Q、N で割った余りが R であるように、こちら右側の N もそれぞれの余りが PQR ですよね。ですから引き算をすればその余りの部分が消えてなくなるはずです。なので、引いた結果の数は L でも割れるし、M でも割れるし、N でも割り切れる数なんだ。で、L と M というのはどの日数も互いに素ですから、これ最小公倍数が LMN ということですね。ということは M-N は LMN で割り切れる数という話になるんですが、それは矛盾だよねということですね。なんでかっていうと、もうそもそも M と N は1から LMN の間の2つの数でした。で、その2つの数で引き算をするんですから、どう考えてもその引いた結果は LMN よりは小さいはずです。で、その小さい数を LMN で割り切れるっておかしいですもんね。だから、そもそも2つはない。つまり、あっても、存在したとしても、たかだか1個ですよね。多くても1個ですよね。ということが言えるわけですね。
じゃあ少なくとも1個はあると言えるのかということなんですが、これ右側の考え方を確認しておきますね。この例題ではたまたま2と3と4のセットの余りを考えましたけれども、別に他のいろんな余りのセットも考えられるんですね。例えば3で割ると1余って、5で割ると4余って、7で割ると6余るとかですね。そういう数がいろいろ作れますよね、考えられますよねということです。例えば10という数、1から105までの中に10という数も入ってますよね。じゃあ10は3で割ると1余って、5で割ると0余って、7で割ると3余るという余りのセットですよねということが考えられるわけですね。はい、で、その組み合わせですけれども、結局105通りまでしかないんです。どんなに数えていって1から105まで、その余りの組み合わせをカウントしていって、全部異なるというふうにしても、結局どんなに多くても105通りしかないんで、絶対に1から105までの中にその余りの組み合わせがどっかで該当するものが出てくるはずですよね。ということは、少なくとも1回は現れるはずですねと。もしかしたら2回現れるかもしれないけど、少なくとも1回は絶対あるよねということなんです。それが意の内容でしたね。ですから LMN で割った時の余り、それぞれ L 通り、M 通り、N 通り、こちらの3通り、5通り、7通りと対応してますよ。で、余りの組み合わせは L×M×N 通りしかないはずだと。ということは、1から LMN までの中にその組み合わせはどっか少なくとも1回は現れるはずですよねということで、はい、最後、いいから、つまりたかだか1個しかないんだけれども少なくとも1回現れるってことはちょうど1個あると断言していいということですねという話になります。では合同式を使った答案ですね。こちらの方を作っていきたいと思います。で、この60、35、63、この3つの数を使ったんですが、この3つの数、そもそもは15、35、21だったんですよね。それをそれぞれ4倍、1倍、3倍したんでした。ということで、最初に N をですね、このように置くんですね。これ、なかなか知識として持ってないと、こういうふうに置く気にはならないと思うんですけれども、置いてみると。そうしますと、これ3で割るとですね、15x と 21z は3で割り切れますから、35y、これが3で割ると2余ればいいねと。同じように、5で割ると考えると、15x35y は割り切れるので、21z を割ると、3余ればいいね。はい、7で割れば、今度は 35y21z が割り切れるから 15x。これが7で割ると4余れば良いねということで、この3つの和で、全パターンですね、余りが表現できるんですね。うまいことね。なので、この式を使って回答を作っていきます。はい、では、いよいよ合同式を使って答案を作っていきますよ。3、5、7、どの日数も互いに素。で、さっきの n イコールの式を作りたいんですね。だからまず xyz を整数として準備します。で、次に 3×5、5×7、7×3、これを係数に置いてやるんでしたね。で、丸1番の式を立てておく。で、次にやることは何かっていうと、3、そして5、それから7で割っていくんですよね。で、それぞれの余りが2、3、4となるように、x と y と z に入る数を考えてやればいいということなんですね。はい、ではまず3で割りましょう。そうすると 15x と 21z、これは3で割り切れます。で、わからないのは 35y だけですから、n を3で割った余りと 35y を3で割った余り、この余りは同じになるはずですよねということで合同で結びつけます。
で、これがね、35y の中に3の倍数 3y が11個入ってるんですよね。だからその部分は取り除きます。つまり n を3で割った余りと 2y を3で割った余りが同じになるということが言えるので、35y は 2y と小さくできるんですね。はい、これがモード3です。で、このモードですけれども、一応確認ですが、モジューロという単語のから来てますね。この前3つの部分、ね、この MOD の部分がここで使われるようになっているということみたいですね。はい。で、これから考えるのは何かっていうと、2余らないといけない。だから、この 2y ね、なので、y を1にしてやれば、ちょうど n を3で割った余りが、2ということになりますよね。だからそれで y イコール1を入れてやればうまくいくということがわかるわけですね。はい。同じように、今度は5で割った場合も考えます。5で割るということは 15x と 35y。これは5で割り切れますから、割り切れるかどうかわからないというのは 21z。だからこの 21z を5で割った余りが3になるようにしたいんですよ。ね、はい。そうすると、この 21z の中にもでも5の倍数 5z がいっぱい入ってますから、その部分は取り除きます。そうすると z だけ残るんですね。はい、これがモード5ということですから、5で割って、n を5で割った余り、それから z を5で割った余りがともに3になればいい。ということはね、もうわかりますね。z は3入れてやれば、うまいこといくということですね。はい、今度は7です。はい、4余る。7で割りますから、後ろ2つ、35y と 21z、この2つは7で割り切れます。で 15x は、x に入る数によってどうなるかわからない。とにかく n を7で割った余りと 15x を7で割った余り、これは同じになるはずですよね、ということですね。で、15x の中には 7x が2つ入ってますから、これも n と x、これが合同であるというふうにできるわけですよね。はい、これがモード7です。で、それが4になるようにしたいので、x が4を入れてやれば、辻褄が合うということですね。はい、よって、x には4、そして y には1、それから z には3をそれぞれ入れてやることで、この条件に合う数が出てくるということですよね。はい、丸1に代入しましょう。はい、そうすると、こちらね、x と y と z に4、1、3入ってますね。で、これを計算してやると、158とわかるわけですね。だから158は3で割ると2余るし、5で割ると3余るし、7で割ると4余るということです。で、あとはね、3桁の正の整数のうち最大のものを求める。で、次の数というのは105増えたり減ったりすれば、見つかりますから、求める数は形を整数として、ね、105の倍数だけ足したり引いたりしたものを考えればよいということですよね。はい。なので、3桁の整数ということですから、1000未満。あとはね、この不等式を計算してやって、8.01 いくつということなんですね。ということは、k は整数ですから、8を、ね、取ってやれば、一番大きい数が見つかりますねということで、158プラス 105×8 イコール998。ね、これが求める答えですということが分かったということですね。説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。